今日はちょい重めの話があるんだけど、最初から目が離せないやつじゃん。いきなりそんな顔するなら僕も身構えるのだ。身構えるのはいいけど、また変な勘違いで走らないでよね。福島第11号機で瓦礫の撤去が始まったのだ。各燃料を運び出す前の下ごしらえみたいな作業なのだ。392体の各燃料を運び出す前に、まず通り道を片付けるってことね。しかもクレーンを遠隔で動かすんだよね。近づけない空気があるの。想像するだけで緊張するじゃん。最上階におよそ1200トンって数字だけで圧があるわ。1200トンってずんだ餅なら何個分なのだ。その計算は置いておきなさい。現場はお菓子じゃなくて事故の後を片付けてるのよ。ゲームの操作みたいに見えても全然違うよね。手元の1回のミスが大きい感じじゃん。警報が出たら止めて散水もするのだ。かなり慎重なのだ。雑に進めたら大変だから当然よ。空気中の量を測る装置までつけてるのがもう本気ね。片付けるだけでも次の工程の土台になるよね。燃料を出す前にまず道を作るって感じじゃん。1号機の上にはまだ飛び散った瓦礫が残っているのだ。片付けが終われば早ければ来年度から搬出を始める計画なのだ。事故から15年余り経ってもまだここからなのね。長い道のりだわ。4号機はもう終わってて、3号機も終わってるよね。2号機は今も進めてるって聞くと差が見えるじゃん。同じ原発でも日ごとに進み方が違うのがややこしいわね。でも一歩ずつ進めるしかないのだ。こういう作業はこでるより止めずに積み上げるのが大事なのだ。これ見てる側も気になるよね。アーシは次の段階にいつ移るかが気になるかな。がんの種類が違っても同じ原因に効く薬が国の承認を得たのだ。臓器ごとに分けて作るんじゃなくて原因の側を狙うのね。かなり発想が変わるわ。希少1とか小2があって患者さんが少なくて知見を集めるのも大変なんだよね。そこで出てきたのが AL 系変異なのよ。肺がんでも出てくる遺伝子の変化を目印にした感じね。AL 系はがんを動かす合図みたいなものなのだ。ざっくり言うとそういう変化があると薬の効き方が変わるってことじゃん。1個の合図を見て広く狙うイメージ。そこをつけるなら患者数が少ないがんでも道が開けるわね。骨や筋肉にできる希少がんにも効いたっていうのがかなり広いのだ。拡散、スプレッドじゃなくて標的、ターゲットを定める戦いって言いたくなるわ。出た。メタン先輩また始まった。でも今日は薬の話と相性良すぎでしょ。今のはちょっと言い方を思っただけよ。別に恥ずかしくなんてないわ。でもこういう薬が増えると病気ごとじゃなく原因ごとで見てもらえる時代になるのだ。それって同じ名前の科目でも解き方が違うのを見つけるみたいで面白いよね。アーシは選べる道が増えるだけでホッとするじゃん。本当にそうね。開発側も患者側も待ち方が少し変わるはずだわ。患者数が少ないがんは薬が遅れがちだったのだ。だから今回の承認はかなり大きい一歩なのだ。こういうのってみんなはどう思う？アーシはもっと早く広がってほしいなって思うじゃん。リニアの静岡県内の着工に向けた住民説明会が終わったのだ。次は知事がいつ認めるかが焦点なのだ。説明はひとまず出揃ったってことね。決める側が次にどう動くか、そこが本番だわ。大井川の水資源への影響がずっと話題だったもんね。水って少しの変化でも毎日への不安につながるじゃん。22日は藤枝市で JR 東海が水資源への影響への対策を説明したのだ。工事の話が進むたびに水がどうなるかを見られるのね。トンネルって聞くだけで地下の流れが動く感じがしてそわそわするじゃん。説明を聞いた人の中には納得できた人もいれば保証が続くのか心配する人もいたのだ。続けるって言葉は簡単だけど長く守るのは別の話よ。アーシなら毎日の安心に関わる水の話だからそこはかなり気になるよね。県は自然環境保全協定を求めていて工事後の環境保全まで約束を残したいのね。要するに工事を認める前に守る内容をはっきりさせたいのだ。早ければ来月にも知事が判断する可能性があるよね。思ったより近いじゃん。
説明会の結果を受けて法令に基づく手続きも踏まえるそうよ。いきなり決めるわけじゃなく、順番を確認してから進む形なのだ。こういう大きい工事は勢いだけじゃ後で困るものね。みんなは着工の前に何がはっきりしてほしいと思う？アーシは約束の中身かな。さっき静岡の話が出たし、ついでに面白いことを一つ挟むわね。静岡ってお茶のイメージが強いのだ。それもあるけど、東西でかなり雰囲気が違うのよ。東は首都圏、西は中京圏との結びつきが強いの。同じ県でも生活圏が結構分かれる感じじゃん。面積も広くて、人口は全国で10位くらい。しかも製造品出荷額が全国2位なんて、かなり工業圏なのよ。海のイメージだけじゃなくて、ものづくりも強いのだ。焼津漁港や静岡茶だけじゃなく、浜松のオートバイやピアノも有名だもの。話題が多い県ね。今日は、片付けも治療も説明も、一つずつ前に進む話だったのよ。気になるニュースあったらコメントで教えてね。概要欄にリンクもあるから、見直したいところがあったらそこから行けるのだ。次回も気になる話を拾っていくわよ。じゃあまたね。